おはようございます。アメリカ一周も36日目となりました。今僕はサンフランシスコのですね、エミリービルというアムトラックのステーションにおります。サンフランシスコは半島ですけれども、その半島の対岸にあるオークランド、そこにこのエミリービルステーションがあります。カリフォルニア州の州都のサクラメントがこのオークランドのちょっと上の方にありまして、多分アムトラックの電車を半島の方まで持っていくのが難しかったんだと思います。なので、このエミリービルステーション自体はサンフランシスコの半島の中じゃなくて対岸にあるという形ですね。でここからロサンゼルスまでは、12時間ほどかかります。正確には12時間32分ですね。コーストスターライトというアムトラックの列車を使うんですが、コーストスターライト、なんか結構頻繁に遅れるそうで、コーストスターレイトっていう風にアメリカの人たちの中では揶揄されているそうです。アメリカ人もそれダジャレ好きなんだなって感じですけど、確かに遅延はよくするみたいで、今現在ですね、本当は8時39分、午前8時39分発、午後9時11分着、12時間32分の旅なんですけど、もうすでに8時間39分にここ初なんですが、もう1時間遅れるというふうに、なっております。1時間で遅れるならいいですけれども、サンセットリミテッドなんかエルパソから釣りに行くまで8時間遅れましたからね。そうはならないことを願っております。このコーストスターライトですけど、総距離でいうと2216キロで、35時間かかるということで、でもここからロスまでは12時間なので、もう僕は3分の1ほど、シアトルから走ってきたことになります。コーストスターライトはシアトルからロサンゼルスまで続く線路となっていまして、だから西海岸ずっと行くっていった感じの、列車です。だから今日はもう12時間ずっと電車に乗りっぱなしでロサンゼルスに着くという形ですね。向こう側がサンフランシスコの方なんですが、正直ここからだとちょっと見えないですね。でっかいベイブリッジがつながっていて、車では行けるんですけど、鉄道路線はつながってないと。アムトラックが着いたらですね、そこにバスが待機していて、アムトラックの乗車した人はみんなそれに乗って、サンフランシスコの方まで、行けるといった形にはなっています。1時間待ちですね。ただもうとても慣れました。今日は向こう夜にロサンゼルスに着いて、もう空港の近くに、ホテルを取ってあります。ただ、ですね、明日一日も、ロスにいることができるので、空港からちょっと辺りを観光したりして一日潰して、明後日にはもう帰国するという感じのスケジュールです。ではそれでは1時間ほど待ってコーストスターライトに乗りたいと思います。初めての車両だな。来ましたね。1時間ちょうど15分ぐらいの遅延ですけど、別に大したことないですが、こんな車両なんだ。シアトルからロサンゼルスまでつながっているコーストスターライトですが、僕も数日前にシアトルからサンフランシスコまで来た時、この車両じゃなかったですけどね。塗装も違うし、でも僕はあんま変わらなそうな感じ。Burbank and Los Angeles. Train 11, if you have a coach ticket, coach passengers will board
all the way down the platform towards the letter J. あ、ちょっと違うな。ちょっと異なりますね、車両の設備とか。じゃあこれで12時間乗っていきたいと思います。いやー、やってしまいました。どこだここ。乗車予告時間、遅刻してこの時間に来るよって時間に来た電車に乗ったんですけど、ちゃんと確認して乗るべきでした。ちょっと全然違う電車に乗ってしまったようで。多分長距離じゃなくてアムトラックには通勤列車ですね。きっとコミュータートレインがしてたんだろうね。いや、南側に行かなきゃいけないのに乗った瞬間北側に行ったんで、えっと思って駅員さんに聞いたら、これはお前の乗りたいコースタースターライトじゃないというふうに言われまして、ガーシュみたいな。いやー、しっかり確認して乗るべきだった。あ、これ反対に下るのかな。ちょっとこれに乗って急いでエミリービルに戻ってみます。いやでもどうなんだろう、もう行っちゃってんじゃないかな。やってしまいました。違う電車に乗ってしまった。くー、いや間抜けもここに極まれりという感じですね。違う電車に乗ってしまった。いや、サンフランシスコからロスなんで南に行かなきゃいけないのに、乗ったらいきなり北に行くんですよね。やばいと思って、これ車掌さん聞いたら、いやこれロス行かないと、お前違う電車乗ってるぞって言われまして、全く同じ時間に。アムトラックってそんなに電車本数ないので、ないっていうかない。そうなんですよ、来ると思わなかった。しくじったな。で10分北に行って次の停車駅があって10分で戻ってきたんですけど、もうとうにコーストスターライト号はいなくなっててですね、当たり前ですよね。いやアホだな。でも車掌さんじゃないや、てか駅員さんに聞いたら、最初、あれお前なんでここにいるのみたいな顔で見られたんですけど、すぐにお前ロングトレインに乗ったなって言われて、そうですとなんとかなるよって言われまして、ちょっと別のものを、チケットに交換してくれました。エミリービルからベイカーズフィールドというところまで1時間後ぐらいの電車で行くんですけど、でその後ベイカーズフィールドからはバスに乗ると。バスに乗って、ユニオンステーション、ロサンゼルスのユニオンステーションまで行けばいいよというふうに言われました。これで時間的には全然間に合うから大丈夫っていうふうに言われて、そうなんだと。しかもこれそのベイカーズフィールドとかバスで行くんですけど、このバスで行ったらアムトラックで着くより早いらしいですよね。やっぱカリフォルニアは鉄道網が発達してるのかも、道路が発達してるのかもしれないです。でも基本的にやっぱこっち鉄道あんま速くないので、
多分バスで行った方が車の方が多分ちょこちょこ早いと思うんですよね、全体的に。いやーでもまさか最後の最後でほんの最後の2時間分ぐらいが鉄道の旅ではなくなってしまいましたね。バスの旅になっちゃいましたいやーまあだからリカバリーは聞いたんでよかったですけど、これはでもやっぱいろいろ反省しますね。なんか仕事とかでもやっぱりなんか私生活でもやっぱ最後の詰めが甘い人間っていうのは本当ダメですよね。いや海外の電車に乗ってんだから車掌さんに確認してから乗るとか、そういう基本動作をやっぱりしないと。いや今回はたまたま交通網の発達してるこのサンフランシスコからロスっていう本当都市から都市への移動だったからまだなんとかなりましたけど、これが本当グレイシャーとか本当テキサスとかだったらもうリカバリー効かないですよね。コーストスターライトって1日1便しか来ないっていうか、アムトラック大体1日この長距離は1日1便なんですよね。下手したら2日に1便とかテキサスの方とか2日に1便だったりするんで、いやーなんとかなるのは良かったけど、この自分のバカさ加減なんてバカなんだろうか。いや注意が足らないんですよね。いや反省です。本当に反省ですよ。こうやって反省ですって言って1年2年するとまた忘れるんだから、本当どんだけバカなんだろうな。まあでも1時間ちょっとまた時間が空いちゃったので、軽くご飯でも食べて気を休めようかなと思います。アムトラック駅がすぐそこにあるんですけど、その前になんかこんな緑あふれるビルがあって、その中にカフェがあったんで、モーニングってもう11時なんですけど、いただいちゃいました。ベーグルだ。サーモンのベーグルですね。美味しそう。でもこのサーモンのベーグルとこのスモールコーヒー18ドルです。2000円でも美味しい。やっぱ焼きたてのベーグルは美味しいですね。焼きたてって温めたって意味ですけど、ちょっとサーモン食べたかったんですよね。美味しいなやっぱり。このホットなマヨネーズとクリーム、チーズクリームがあるんですけど、とてもいい感じですね。今日本では日本の物価が全然上がらないことに問題だみたいな風潮があって、多少なんかペットボトルの飲み物が一律20円でマステサントリーは行ったばっかりですけど、もうそれどころじゃないですよね、差が。僕が留学してた18年前はここまで差はなかったんですけど、いやこのベーグル美味しいし、サーモンもフレッシュだけど、ここ青山でも何でもないですからね。青山でこれ食って1000円超えたら分かりますけど、そうじゃなくてもやっぱ1000円しないだろうな。それがやっぱここだと2000円ですからね、やっぱ高いなと思いますね。旅行出てる時はそんなの気にしてらんないんで全然いいんですけど、いやそれにしても
電車に間違えて乗ってしまったのにリカバリーが効いてよかったです。アムトラック1日1本ですからね。本当に、もしくは数日に1本ですけど、いやー、もう1日ここに泊まんなきゃいけないかなと思いましたけど、よかった。ちょっと1時間近くアムトラック待ちます。これはベーカーズフィールドって書いてあるから間違いないです。間違いないけどちゃんと聞かないと怖すぎる。分かっててもいやー、ほんとなんとかなってよかった。ほんと8時40分には出るはずだ。20分ぐらいか、8時半ぐらいには出るはずだ。もう11時45分です。3時間遅れてますけど、なんとかサンフランシスコ出発いたします。Serving food, beverages, and snacks. We look forward to serving you today. Thank you for riding with us. Once again, ladies and gentlemen, now arriving in Antioch. Now arriving. Ladies and gentlemen, once again, Fresno now arriving.
Alright, ladies and gentlemen, rapidly approaching our final destination of the afternoon of Bakersfield. Now's the time to Now it's time to take a look around, make sure you have everything. Head on downstairs of each and every coach car, prepare to exit. This train will be out of service. So everybody will be exiting here. For those of you with bus transfers, the buses are here, will be boarding. They all have a blue placard above them with the destinations of which those bus drivers go to, so just look for your destination. If you do not see your destination, just ask those bus drivers, they'll be able to direct you where to go. Again, folks, this train will be out of service once we arrive here. So please double check around you, make sure you have everything, chargers, tablets, phones, all that good stuff. Again, head on downstairs, lower level of each and every coach car, and prepare to exit. On behalf of the entire crew and myself, we thank you for riding with us today. We hope you enjoy the rest of your journey. Have a great week. Bakersfield now arriving.日差しが強いですね。6時間ぐらい乗りまして、6時間、7時間近くか乗りまして、ベイカーズフィールドっていうところに来ました。ここからロスまで車で2時間ぐらいです。いやー、それにしても暑い。いやー、実はヒートテックに長袖を着てきちゃったんですよ。サンフランシスコがちょっと涼しかったもんですから。でも今ここもう夕方6時なのに30度あります。やっぱカリフォルニアってのは縦長いですね。下まで来たらこんな暑いとは。いやー、サンフランシスコからロスって大体なんか東京と青森ぐらい差が距離があるらしくて、まあ、確かにそれだけ南北で離れると、まあ、東京と青森ぐらい気温が違うでしょうね。いやでもちょっと暑い。さてこれから乗り継ぎのバスに乗ってあれかな、これが駅で、こちらがバスですね。でこのバスでロサンゼルスユニオンステーション駅まで向かいます。ここにちゃんとロサンゼルスって書いてある。いやもう本当間違えないようにしないとですね。いや本当にリカバリーの効く区間の間違いでよかったです。じゃあバスに乗っていきます。あ、そっか、これグレーハウンドなんだ。提携してるのかな。グレーハウンドの全米中にバスのネットワークを持っているので、グレーハウンドでアメリカ一周っていうのもできたんですけどね。まあ、とりあえずちょっとこれに乗ってロスに向かいます。